しゃ食った。いろんな釣れ方といろんな魚がいますね、同じポイントでも。よっしゃ食った。やっぱりこれか。重たいこいつ。バスみたいっすね。すげえ。はい、はじめまして、バリバスフィールドスタッフ新拓也です。今回マッチ・ザ・フィールド、初出演ということでね、ちょっと楽しみに来てるんですけど、今回はここです。徳島県で、なんで徳島県かっていうと、シーバスの数がある程度いるっていうのはもちろんなんですけど、いろんなねシチュエーションがある、大河川があったり、小規模河川、いわゆる僕がねドブと言ってるところなんですけど、本当に小規模都市型の河川があったりとか、いろんなシチュエーションがあるっていう中で、LINE のね、シーバスマックスパワー P、X9 と X8、それぞれ特性があるんですけど、それの特性を理解した上で、ちょっと勘違いしてほしくないのが、その場所によって使い分けましょうっていうわけじゃなくて、皆さんがね行く釣り場で、こういうステーションあるなとか、よくこういうとこ行くな、こういう釣りするなみたいなのを踏まえて、ちょっとね、選んでもらえる基準にしてもらえればいいかなと思います。というわけで、今回頑張ってやってみたいと思います。いや、なんだかんだここ来るの初めてなんですけど、吉野川もね、徳島自体シーバスはまだ3回目とか4回目とかそんなもんなんですけど、ちゃんと吉野川やったことなくて、ちょっと今回時間もあるっていうことで、こういう大場所っていう意味で吉野川ちょっと初挑戦ですけど、頑張ってやってみようかな。いい明暗ですね。今回ちょっとやりたかったのが、X9 と X8 のそれぞれの特徴がね生きるような場所をちょっとチョイスしていければなっていうので、まずこの X9 ですね。でこれで、その大場所っていうところに一番メリットがあると思うんで、その中で選んだのがこの明暗ですね。やっぱこの辺りでも一番明るいっていうのと橋が近いっていうところで、ちょっと上にはね気をつけないといけないんですけど、ちょっと一番有力なポイントなのかなっていうのでここを選んでみました。まだ下げまで時間があるんで、ちょっと様子見ながらなんですけど、ちょっとやっていこうかなっていう感じですね。いや嬉しいですねこのルアーがいろいろ選べるっていうのが。結構縛りがねやっぱロケってなると多いんで、いつも縛りでやってたんですけど、今回はあえてこのシチュエーションとこのタックルセッティングっていうところがメインなんで、ちょっと逆にこの辺りはこう、皆さんのね同じような条件で、こういうルアー使う時、こういうシチュエーションでこういうルアー使う時みたいなところでちょっと見てもらえたらなっていうので、早速ピースの100、とりあえず流れの筋がどこにあるかと、どういう感じで流れてるかで、まだ上げなんでそんなに流れてはないんですけど、明暗関係ないとこからやっていきましょうか。ちょっと強めにしていってみましょうか。大きめのやつで、なんだろうな、アピアさんのラムタラですね。130かな。僕の中ではこいつがまだ新しいルアーなんですだいぶ前で止まっちゃってるから。そこの筋がいい感じになりそうだけど、まだ届いてない感じですね。もう一声って感じ。
触りもしないね。あ、ルアーがぬくい。水変わりましたね。なんかぬくいですね。なんだろう、何の加減なんだろう。なんかちょっと肥料みたいな匂いしますよね。GoTo9 のスオーム 80S ですね。なるほどなるほど、分かった分かったぞ。明るい側にいる。まあ多分生後なんだろうな。よっしゃ食ったやっぱ明るい側っすね、反応すんの。でもやっぱり水面を飛んでくるぐらいのサイズ。こいつなんだ。ほらほらこいつだこいつです。かわいい平生後。ちょっとしばらくその辺やりながら、明暗にいないからもしかしたらなんかいるかもしんないんで、もうちょっとあの辺丁寧にやりたいのはやりたいんですけど、まあどうせね前に出れないんで、まだちょっともうしばらくやってみましょう。よっしゃ食った。ちょっとサイズアップしたんだよね。これも明るい側ですね、完全に。ヒラかな。ちょっと大事に下がりながら泳いでる。泳いできて。ういおいいサイズじゃんいいサイズじゃん。やったぶっといね。ぶっといじゃない。うわ重った重た。めっちゃいい魚じゃんこれ。重たい。ちょっと表してもらって。お綺麗。めっちゃ綺麗。太っ。共通だったんですね、パターンがね。重たいこいつ。バスみたいっすね。すげえ。でもちゃんと丸で、まあ最初平生後何発か当たって、これ明るい側にいるんだと思って、でまあ本当はね平生後バイトを取りながらやろうかなと思って明るい側ずっとやってたんですけど、こんないい魚がいたとは。もうお腹も結構ベイト入ってて、もしかしたらその明るい側に出てちっちゃいベイトとか追ってるようなやつかもしれないですね。でルアーはもう本当に、多分その明るい側でしっかりシルエット見えちゃうのってもあって、ベイトもちっちゃいかもしれないですけど、スオームですね80、バチウォンではあるんですけど、多分その小さいシルエットで、強くないで、しかも表層みたいなのが効いたんかもしれないですね。いやいい魚サンキュー。なんか分かったって言ってからこういう釣れ方するのすごい楽しい。でもまだ本命打ってないですからね。本命のところにまだいるかもしれない。
今こうやって、あえてこう大河川選んで、流し釣りメインでやってるんですけど、で今使ってるのは X9 で、特にこういう当たった大河川のこういうドリフトの釣りでこれ強いと思ってて、なんかこうイメージ塊で流していくようなイメージですね。で X8 の方は逆にこうしなやかなんで、細かいこうライン操作でこう置き直したりどの筋に置いたりっていうのができるんですけど、この X9 の方はもう本当に全体でドワーって流していけるんで、例えば流れが緩いとか、あと本当に大遠投するときこうやって大遠投して、やっぱ遠投するとこっちでこう操作することが多いんですけど、これだともう全体でこう一括で操作できるような感じですね。置き直してあげて、でこうやって流すっていうのが、ある意味オートではないんですけど、セミオートみたいな感じでこうトレースコース、ドリフトのコースが決まりやすいっていうのがこれの特徴だと思うんですよ。あとあれですね、シンプルに遠距離でこうやってバイトが出るのが楽しいでそのバイトがダイレクトに伝わる。これは平成語だな。来たね、ついに上陸した。ちょっと思ったより流れが走ってないんで、ちょっともうちょっと強めの動きですね。ラムタラの130で、ドリフトもそうなんですけど、ちょっと強めの動きでメアンからメインに出してくるような使い方ですね。思った風には入っていかないんだよな、やっぱ。よっしゃ、食った。やっぱ流れないとこれしかないのかな。流れがないんで、メアに出る瞬間で食わせるあれですね。ドブシーと同じ釣り方です。お出たらやっぱいい感じなんで。全部太いいましたね。やっぱ流れが弱いんですよ。で流し込みの釣りをずっとやってたんですけど、それで反応出なくて、でこれはもうドブシと同じね、メアを出してくる一瞬でこう食わせるような感じですね。頭の上通してそれにバンって食わせてっていうようなのを、ちょっとコース切りながらやるような感じで、いるのはいるんですよね。やっぱちょっともう再開前だから流れが足らないっていうのはあるんですけど、角度とかで、まだなんとかなる時間帯ですね。ルアーはラムタラ。ちょっと流れがまだ残ってるうちにボトムまでやっちゃいましょう。これプロトの GoTo9 のやつですね。クランビット。よっしゃ、食った。ボトムか。
ちゃいリフト&フォールですね。なんかすごい寄ってくる。すごい寄ってくる。そんなになんかそんなにだ。よいしょ。おい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 サイズダウンしたけど、まあでもあんまり当たりが出なくなったタイミングでちょっとボトムに落としてショートリフト&ホールです。まあ、ルアーはプランビットの 15g。 まあでも X9 当たりがね出やすいんで、これ楽しいですよ。コンって出るのがすごいダイレクトなんで、これがこの楽しさがいいとこですよね。もうだいぶ流れもなくなってきましたね。まあ、ちょうど今が最干潮なんで、まあ、初日はちょっとこれで終わって、でまた明日今度はちょっとまたね違う雰囲気の場所に行ってみようと思うんで、まあ、ちょっと初日はこの辺りで終わりましょう。よっしゃ、食った。はい、2日目ですね。もう夕間詰めです。でまたちょっとね別場所、中規模河川ですね。で、ちょっとデイの釣りをしながら、ないと、小規模河川とか中心に回ろうと思ってるんですけど、ちょっとロケーション的にねここすごいいいなと思ってちょっと入ってみました。じゃあまずグラバーの68、これをちょっと広範囲にね飛ばしながら、ちょっと速い釣りでシャロを探していこうかなと思います。水が冷たいもう今ここでボトム吸ってますね、グラバー。だいぶ底をこつきながら今来てますね。ちょっと時間も時間なんで早めにメインだと思われるところに入ってみましょうか。とりあえずちょっと地形の確認とかも含めて鉄板で一回やってみましょうか。429のプランビットの 15g です。まだ全然サンプル段階だけど、うわあ、今のは食った。なんだろう、当たりましたね。この流れが抜けていくちょうどブレイクのところですね。の下流側になるんですかね、右手側。結構こういう、初場所、ここは初場所ではないんですけど、初場所に近い2回目の場所なんですけど、そういう時ってやっぱ情報絶対拾っていかないとダメで、っていう時になんかこういう硬いんですよ、やっぱ当たるこのボトムの質感というか、そのダイレクトに伝わるんで、あ、ここなんか泥っぽいんだなとか、あ、ここ石があるなとか、ガタガタってなる時は結構こういう砂利だったりとか、なんかそういう情報を拾いやすいのが本当に初場所でこの X9 選択する一つの理由になるかなと思ってて、やっぱ拾えるだけ拾った方が大いに越したことはないですからね、情報は。シャローに何かがいる。なんだなんだ、誰だ誰だ。
なんだなんだ、来たよ。チムかな。ゴンゴン叩いてた。お、久しぶりじゃない君。前来た時も釣れたんですよね、こいつ。一本はい。やったいいっすね。お、外れた。あぶねえ危ねえ。はい、間口でした。はい、前回もねここ来た時これの70ぐらいの釣れたんですけど、なんかやっぱね多いんですよ、こういう砂利っぽい感じなんですけど、でなんかすごい清流みたいな感じなんですよ。もうボトムこすってから来ました。このシーバスマックスパワーキー X9、使い出して今で5ヶ月ぐらい、使わせてもらってるんですけど、第一印象というか、しばらく使ってみて一番思うのは、こう感じる当たりとか、そういう感度っていうのはすごい硬く感じる印象があるんですけど、ライン自体は硬いっていうよりは張りがある感じだ。ちょっとねなんか不思議なラインだなと思って使ってます。でその硬い硬くないっていう話は、コーティングされてるバキバキの硬さじゃなくて、なんか本当にその正方的にもそうなんですけど、芯がある感じですね。なんでそんなこうしなやかすぎるわけでもなく、でもかといって硬すぎるこうバックラッシュすごいするみたいなそういうラインじゃなくて、こうノット組んだ時もすごい伸びがない状態なんで、こうグッて締め込んだ時に手が痛いぐらい、それがね裏返しでその伸びがないとか芯があるっていうそういうことになると思うんですけど、だからこれ使い出してからその当たりとか、ボトム感度っていうのはすごい上がったっていうようなっていうところが僕の一番の第一印象、これが一番持ってるメリットなのかなと思います。すごい雰囲気は好きなんだけど、時間的にそろそろ次も見ときたいですね。桁周りやってから移動しましょう。いそうだけどな。結構ここ今桁が何本も並んでて足が低い、多分その桁際とかについてそうなんで、ちょっと今フローティングミノをそこの桁沿いから抜いてくるぐらいの感じで流していってます。でこれをするにあたって、特にこういう小規模河川はそうなんですけど、いろんな、流れがあるんですよ。本当にこういう地形、今こうカーブしてて、で手前がよどんでて、でも沖はこう斜めに入ってたりとか、もう本当にいろんなね流れがあって、大規模なところはこうドワーって流れてってるところが多いんですけど、ってなった時にこの流し込んでいく時、どの流れにこのラインを乗せて、でどこの流れを切るか、手前は動いてないんで手前は切ってもいいし、逆にこれが大きく反転してるんだったら頂点を向こうに持っていけるんですよ。だからそうやってこう切って頂点を向こうに置いていくみたいな細かい作業をするときに、やっぱしなやかなラインの方がその追従しやすい、流れに対して乗せたい流れは乗せといて、手前は切りたかったらこうやって切ればす
すごい細かく調整が効くんで、だから僕今 X8 の方を使ってるんですけど、イメージで言ったらなんだろう、こう目印の対とか、絞りこう絞り浮きがバーって並んでるやつをどこを乗っけてどこを切るかみたいな、そういうイメージなんで、そういうメリットが X8 の方にはありますね。で、あともう一つ、こういう小規模なところでピン打ちするときに大切なんてやっぱキャスト精度なんで、今ちょっとオープンに投げてるんですけど、例えばああいう明暗ギリギリ桁際ギリギリ投げるときにこうフェザリングにやっぱかけるんですよ。でフェザリングをかけるときにこうやっぱ張りのあるやつでコーティング系の硬いラインだとやっぱちょっと大きめに出ちゃう。でその調整が少し難しいっていうところがあるんで、しなやかなやつの方がこういうスプールに沿って出ていくんで、このタッチがしやすいで引っかかりもないんでしなやかに出ていくんで、だからそういう微調整がしやすいっていう理由で僕今 X8 の方を使ってます。まずジグザグベイトの80からいきます。一か八か。じゃあ次スウェーワード、ちょっとジグザグで反応なくなったんでもうちょっとパワー上げてやってみます。スーさんですね。パワー系のやつで反応がなくなってきたんで、ちょっと両極端フォローでスーさんです。うわっ、くっそ、反応する、全然いける。よっしゃ、食った。よいしょ、取った。よっしゃよっしゃ。はい、いましたね。すごいいい釣れ方だった。今のはすごいテクニカルな。最初なんか今回の傾向として強めなアクションの方が良くて、ぐんぐんってこうジグザグベイト飛ばして、でそれに最初反応してたんですけど、で2投目でも反応なくなって、で次もっとパワー上げてスウェーワードビッグベッドですね入れて追ってくるんだけど食わなくて、で最終もう両極端ですね。でもやってることは同じで、こうそうヒラ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 ってこのスーさんですね。たらそれでようやく釣れました。いやすごい、今の釣れ方は楽しかった。いい魚。はい。うわ、めっちゃいいとこにあるじゃん、街灯。
スーさんで釣れねえか。まずジグザグベイトからいきましょう。よっしゃ、食った。奥にいましたね。よしよしよし。お、サイズアップ。サイズアップだ。よいしょ。ドムシじゃないやつだ。お、いいサイズじゃん。はい、サイズアップ。いい魚ですね。結構パツパツの本当秋っぽいいい魚です。でも釣り方はジグザグベイトの80をこう強めにこうジャークかけるような感じですね。奥の方で食いましたね。いや、いい魚でした。お、元気じゃん。ありがとう。今まで反応出てたジグザグとかスーさんの釣りにも反応がなくなってきたんで、もう最後の最後ですね。なんとかもう一本ひねり出したいっていう釣りなんで、ラストはグラバー早巻きですね。よっしゃ、食った。やっぱりこれか、グラバー早巻き。よいしょ。最後の最後の釣り方ですね、これが。よいしょ。はい、いい釣れ方でしたね。これも本当に最後の最後の釣り方ですね。ある程度反応がちょっと鈍くなってきて、でもそれでもなんとか1匹釣りたいっていう時に、並んでるようなやつに対してグラバーの早巻きでもう目の前をギュッて通して、ちょっとリアクション的にね釣っていく釣り方ですね。いや、これで締めれたっていうのは本当になんかこう嬉しい一本です。はい、お元気だった。あっけー、ありがとう。いや、嬉しい。なんだろう、さっきのね、パツパツのいい魚もそうだし、こういう頑張って釣った1匹、ひねり出した1匹っていうのも嬉しいし、本当になんかこういう小規模河川はね、こういう楽しみ方もできるんで、これがね好きなんですよ、こういう場所。いや、いい釣りができた。よいしょ。はい、お疲れ様でした。いやー、本当にいろんなシチュエーションあって楽しいですよね、徳島。大河川、天然河川があって、で中規模の天然河川で小規模の、ピン打ち、もうねどの釣りも楽しいんですよ。で大河川ではドリフトでねこう魚釣ってったりとか、意外なところに明暗のところのね外側にいたりとかね、ほんといろんなパターンあって、いろんな釣れ方して、でしかもピシャピシャのやつが釣れる、あれは楽しかったですね。で天然河川もやってて楽しいっていうところと、一番僕が好きな小規模河川ですね。もうテクニカルな、本当にコースとか釣り方
でその組み立て方ですね、ローテーション、それで反応が変わっていくみたいな、そういう釣りをね展開できるっていうのは本当に、この徳島っていうフィールドの良さかなと思います。で、今回見た中でも、徳島県以外のねところでされてる方も、全然こう似たようなとこあるなとか、こういうとこよくやってんなみたいなのあると思います。だから今回その攻めた内容、やった釣りと、ラインの特性踏まえてね、今後ラインをチョイスしていく、参考にしてもらえればいいかなと思います。というわけで今回はここまでで、ありがとうございました。